夏の夕方に降る雨は涼しくなる恵みの雨だったのに、最近はなぜゲリラ豪雨と言われる恐ろしい災害になっちゃったの？それはね、地球の暑さのレベルが昔と段違いだからなんだよ。あの激しい雨を作っている一番の原因は昼間の危険な暑さそのものなんだ。暑さが雨の原因？どういうこと？上昇気流の仕組みからお話ししようか。空気はね、温められると分子が元気いっぱいに動き回ってお互いの間隔を広げるんだ。そうすると全体がスカスカになって周りの空気より軽くなるんだよ。熱気球が暖かい空気でふわふわ浮かぶのと同じだ。その通り。真夏の太陽で地面がフライパンみたいに熱されると、乗っかっている空気が一気に温められて巨大な熱気球みたいに勢いよく空へ飛んでいく。これが上昇気流。なるほど。でも昔だって夏は暑かったよね。昔の夏は気温30度前後だったから上昇気流も穏やかだったな。雲が育つ高さもせいぜい3000から5000メートル、だいたい富士山の上あたりだね。だから降る雨もしとしと街を冷やしてくれる恵みの雨で済んでいたんだよ。じゃあ酷暑だとどうなっちゃうの？今は気温が40度近くまで上がるだろう。その凄まじい熱パワーで発生した上昇気流は空の上の水蒸気を大量に巻き上げながら上空1万メートル、時には1万6000メートルまで突き抜けちゃうんだ。1万6000メートル？空にそびえるモンスターだね。上空1万メートルってマイナス50度を超える超ド級の冷凍庫なんだ。マイナス50度？ガチガチに凍っちゃう。そう、勢いよく運ばれた大量の水蒸気がその冷凍庫に入ると一気に氷の粒やあられに変わる。それが雲の中でどんどん大きくなって重さに耐えきれなくなると地上に向かって猛スピードで落ちてくるんだ。落ちてくる途中で暑さに触れると氷が一気に溶けて巨大な水滴の塊になって地上へ襲いかかる。これがゲリラ豪雨の正体さ。地表が熱ければ熱いほど上空の冷凍庫へ運ばれる水の量も増えるから雨もどんどん凶暴になるんだよ。だからあんな滝みたいな雨になるんだね。でも雨が降れば少しは涼しくならないのかな？昔の土や緑が多い環境なら雨を地面が吸い込んでじっくり冷やしてくれたんだけどね。今の街はアスファルトばかりだろ。降った雨が熱せられたアスファルトですぐに蒸発して肌の猛烈な蒸し風呂になっちゃうんだ。打ち水じゃなくてお風呂の湯気みたいになっちゃうんだね。そうなんだ。今の雨はエネルギーが溜まりすぎた気象の反乱なんだよ。